木星戦役 UC01280136 128年から136年にかけて発生した木星戦役は、宇宙世紀史において特異かつ重大な意義を持つ戦争であった。木星戦役は外宇宙からの政治的軍事的圧力として、突如浮上した木星圏勢力との衝突によって発生した。木星圏において発展した特異な政治体制と技術体系を持つ新興国家が、地球圏の深い大敗を断罪し、自らを人類の新たな指導者と位置づけ、地球圏への進出を開始した。これに対し、非正規武装組織として知られていたクロスボーン・ヴァンガードが、地球圏を守るため秘密裏に戦闘を展開。正規の軍事力では対応の遅れが生じたため、この組織が実質的に木星帝国への主たる対抗勢力となった。クロスボーン・ヴァンガードは、地球圏における環境保護と市民の自由を掲げる武装勢力であり、小規模ながら高度な技術と訓練を有し、秘密裏に各宙域で活動していた。彼らは旧式兵器に頼らず、小型高性能モビルスーツを運用し、独自の戦術によって木星帝国と互角に渡り合った。木星帝国は木星圏の厳しい環境下で独自の進化と政治思想を遂げた集団であり、生存競争を極限まで推し進めた社会体系を持ち、人体改造二体化兵器化が進行していた。彼らの主張は地球人類が進化の行き詰まりにあるという認識に基づき、地球圏を一掃し新たな人類文明を創出するというものであった。この戦争において特筆すべき人物の一人が、地球圏出身の若者トビア・アロナクスである。彼は木星帝国の動きを察知し CBV に参加。高度な操縦技術と倫理的信念に基づき前線での主要人物として行動し、若年ながら卓越した指導力を示し戦局に大きな影響を与えた。また CBV の上層部に位置した金ケルナウかつてのシーブックアノーとされる人物は、戦術戦略に長け組織の精神的支柱として存在感を示した。元上流階級出身のベラロナは CBV の思想に共鳴し、外交や情報操作を担って戦術以外の領域で大きな貢献を果たした。対する木星帝国側では双子の擬態戦士であるカリスト兄弟が重要な存在であった。彼らは地球人類を旧世代として粛清対象とみなし、自らの存在を人類の進化の証として地球文明の終焉を正当化する論理を展開した。その思想は極めて過激であり、単なる侵略ではなく人類進化の断行という強固な信念に基づいており、 CBV にとって最大級の脅威の一つとなった。また木星帝国の実質的最高指導者である木星皇帝クラックス・ドゥガチは、絶対的支配体制と進化主義思想の体現者であり、木星帝国の政策と軍事戦略を主導した存在であった。軍事的には CBV は通称クロスボーンガンダムと呼ばれる機動性隠密性に特化した小型高性能機体を投入し、ビーム兵装や防御マントなどを駆使してゲリラ戦接近戦を主戦術とした。木星帝国側はこれに対抗し大型重装甲機体や生体融合型兵器を多用し、擬態兵士や人工的知性を持つ機体も多数投入された。その技術水準は一部において地球圏を凌駕しており、戦局を緊張の連続とさせた。最終的に CBV の果敢な対応と地球連邦内の一部協力者の行動により、木星帝国の本格的侵攻は阻止された。ただし木星側の完全な無力化には至らず、その後も小規模な接触は
散発的に報告されている。この戦争が持つ歴史的意義は大きく、第一に地球圏が次回の淵にあることを外部から突きつけられた事例として記録されるべきであり、第二に進化という名のもとに人類を裁こうとした勢力に対し、あくまで人間らしさや自由という普遍的価値が武力と理念の両面から勝利したことが挙げられる。木星戦役は単なる戦闘の記録ではなく、技術の発展、人類の分岐、文明の継承といった根源的な問いを突きつけるものであり、現代においてもその示唆は色あせていない。チャンネル登録、高評価お願いします。